シェア畑ひもんや3丁目の菜園アドバイザー西川です。今日は玄関期に失敗しない種まきの4つのポイントについてご紹介します。10月の中旬に入り急に寒さが厳しくなりました。これから野菜の種まきをしようという方はこの寒さの対策も考えないとうまく発芽しなかったり発芽した後に失敗してしまう可能性もあります。その他にも冬場に注意していただきたい種まきのポイントがあります。そのポイントについて本日はご紹介します。最後に質問にもお答えしますのでぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それではまず玄関期に種まきする品種についてご紹介します。ホームセンターに行きますといろいろな種があります。しかし寒くなってからまけないものもあるのでしっかりまき時を確認してください。それではご紹介します。一つ目は小松菜です。小松菜は年間を通じて種まきすることができますが冬に育てやすい品種というのが販売されています。発芽適温、生育適温が低めでして非常に育ちやすいです。また小松菜は害虫被害に遭いやすいんですが冬場の種まきであると害虫もつきづらいので非常に育てやすいです。2つ目は春菊です。春菊も冬場野菜の定番ですがこの時期防寒をしっかりすれば年末などに収穫ができます。しっかり防寒していけば1月2月も引き続き取れますのでチャレンジしてみてください。春菊は多少発芽しづらい部分もありますので多めに種まきしてみてください。3つ目はほうれん草です。ほうれん草も冬野菜の定番です。最近は夏に種まきできる品種も増えてきましたので年間を通じて栽培することが多いのですがやはり冬場に種まきをすると縮みほうれん草などの品種は非常に甘くおひたしや炒め物などに最適です。冬のほうれん草の美味しさをぜひ味わってみてください。最後4つ目が大根の三太郎です。青首大根などの大根栽培に間に合わなかったという方は諦めてしまっている人もいると思うんですが三太郎という中太りの種類の大根を育てていただくとまだまだ栽培が可能です。12月にまいて冬場に取ることも可能なのでぜひチャレンジしてみてください。それではこれらの冬に種まきできる品種の成功のポイントについてご紹介していきましょう。それではポイントをいくつかご紹介していきます。1つ目です。種を深くまきすぎないことです。冬場の野菜の種は非常に細かいものも多く指で穴を掘ってからまくと少し深くなってしまうものもあります。種には好光性種子と健康性種子があります。好光性種子の場合は発芽の際に光が必要となりますので深くまいてしまいますと発芽しなくなります。それぞれの種の特徴をまず確認し種まきを実施するようにしてください。それでは深くまきすぎない方法についてポイントをご紹介します。それでは実際に種まきしていきましょう。種まきの1番目のポイントは土をほぐしたら鎮圧をすることです。鎮圧が不足するとやはり発芽しにくくなりますのでまず鎮圧をします。その後浅くまく種は種を置いていきます。これがポイントになります。置き終わったら指で少し押さえて種が流れないようにします。特に春菊の種は地面に埋まらないで見えるぐらいの状態にしてください。その後もう一度鎮圧をします。この鎮圧をすることで水をあげても流れるような心配はありません。こちらにも小松菜の種をまいていきます。やはり同じく鎮圧をしてください。その後やはり種を置いていきます。穴を掘ってから種まきをする人が多いと思うのですがやはりそうすると深くなりすぎる場合があります。指で少し押さえてさらに全体を鎮圧すれば光も届きますし水で流れることもないのでぜひこのような浅くまく方法を試してみてください。それでは深くまくやり方も見ていただきましょう。三太郎大根をまいていきます。大根の種は光を嫌う種なので深くまく必要があります。やはり先ほどと同じように最初に鎮圧をしたら指の第一関節ぐらいまで穴を開けてください。それで約1センチの穴ができます。その中に種を落としていきます。
種を落としたら土をかぶせます。それから再度鎮圧をします。これで種まきが完了しました。それでは2つ目のポイントです。水をやりすぎないことです。種まき直後に水をやりましたら、マルチをしている場合はその後の水やりは必要ありません。冬は特に水をやることで地温も下がってしまいます。何度も水をやることで発芽適温や生育適温から下がってしまう場合もあるので、水やりは十分に注意してください。真冬に種まきした場合、最初の1回以降はほぼ水やりはゼロでも大丈夫だと思います。それでは水をやる時のポイントです。じょうろの水は畝の外で水流を安定させることが重要です。水流が安定したら1往復ぐらいで十分です。種が流れてしまいますので、あまり水をあげないようにしてください。また止める時も畝の外で止めてください。だいたい発芽には1週間から10日ぐらいかかります。よくある間違いとして、発芽しないので水をガンガンかけてしまう方がいます。これはさらに発芽の成功率を下げてしまいます。1週間10日経って芽が出ない時は、まき直しの対応の方がリカバリーできると思います。種まきが終わったら、保温と保湿の目的で不織布をかけていきます。これをかけることで乾燥も防げますので、追加で水やりをする必要がなくなります。この時のポイントですが、ゆったりとかけるということを心がけてください。ピンと張ってしまいますと、芽ができた時に頭が使えてしまいますので、少し余裕がある程度で、結構です。マルチをしない方もやってみてください。3つ目です。種のまきすぎです。冬場の種は非常に細かい種が多いです。たくさんまいてしまう方もいるんですが、まきすぎますと間引きのタイミングで非常に作業が面倒です。根と根が絡んでしまい、全部抜けてしまったりしますので、これも失敗の原因になります。必要な個数を適切にまくようにいたしましょう。最後4つ目です。防寒作業です。冬の種まきはこの作業が非常に重要です。防寒しないと適切に育ちませんので、必ず必要な作業になります。逆にまき時期が多少過ぎてしまっても、防寒作業をしっかりして栽培適温を維持できれば、真冬でも栽培することができます。それでは防寒方法をご紹介します。まず基本はこちらの保温ビニールです。保温ビニール1枚でもかなり暖かいんですが、ここに二重掛けにするとさらに効果が出ます。今防虫ネットを二重掛けにしています。こうしますとかなり保温効果が上がります。真冬でも種まきしたものが発芽して育っていきます。またビニールトンネルは穴開きの方が通気性が良く、中で発芽した芽が枯れたりしませんので、穴開きのビニールトンネルを使ってみてください。二重掛けにする場合は防虫ネットまたは白い寒冷車を使っていただくといいと思います。白い寒冷車は防虫ネットよりもさらに保温効果が高くなりますので、玄関機には寒冷車がかなりの効果を出すと思います。こちらの寒冷車は通販でも売っていますので、リンクを概要欄に載せておきます。ぜひ参考になさってください。このような資材がない方は、不織布を二重掛けにしてみてください。最後に冬場の種まきで活用できる裏技をご紹介します。この方法は自宅で発芽させてから種まきする方法です。発芽までが冬場は非常に難しいので、暖かい自宅で発芽させればかなり成功率が上がります。用意するものはこのような底の平らなプラスチックの容器、それから水を含ませるためのティッシュペーパー、あとは水。ティッシュペーパーを敷き詰めたら水を少し注ぎます。あまりたくさん入れすぎないようにしてください。それから種をパラパラっと巻きます。その上からティッシュペーパーをかぶせて確実に種が湿っている状態にしてください。このような形になります。これで暖かいところに置いておけば、長いものでも5日間、早いものでは3日ぐらいで根が出てきます。白い根が出たらこれを畑に植え付けていただきます。一度発芽した種は後戻りすることはありませんので、そのまま成長してくれます。
かなり成功率が高くなりますので、露地で自信のない方はこういう方法も試してみてください。それでは質問コーナーです。こちらの春菊の栽培のポイントの動画についてコメントをいただきました。私はビニールハウスがあるのですが、これからの苗は露地栽培とハウスどちらがおすすめでしょうかという、コメントをいただいています。もしハウスがあるならばハウスの方が安全かと思います。露地栽培で保温をするのはかなりハードルの高い作業ですが、ハウスの中であれば保温作業が楽になりますので、ハウスで試してみてください。今日は冬場の種まき成功の4つのポイントをご紹介しました。シェア畑ひもんや3丁目アドバイザーの西川がお送りしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。